皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は相撲について話していこうと思います。前回のエピソードで一番最後に相撲についてのクイズを出して、それを聞いてくださった方なら相撲に関する知識が少しは入ったかなと思うんですが、そのエピソードを撮った時に相撲って日本の国技だし、伝統的なものだから、もう少し詳しく調べて、それを一本のエピソードにしたら面白いんじゃないかなと思って、今回は相撲について話していこうと思います。皆さんまず相撲って聞いたことはありますか？聞いたことある方はほとんどかなと思うんですけど、実際に見に行かれたことはありますか？実際にその相撲の試合の会場に行ってそこで相撲を見るっていうね、その体験をしたことがある方はあまりいないかなと思います。で、私も実際相撲はまだ生では見たことはないです。テレビで見たり、なんかたまに街中にその力士の方、お相撲さんっぽい方がいたりはするんですが、そうですね、私もまだ実際に生で見たことはないです。相撲は日本文化を語る上で欠かせない存在です。歴史も長くて、今でも多くの人に愛されているスポーツです。なので今日はその歴史から現在の相撲の様子、また力士の、生活、そして試合をどうやって見るかなどなど詳しくね、幅広くいろいろ話していこうかなと思います。ではまずは相撲の歴史から話していこうと思います。相撲の歴史は1500年ぐらい遡ります。日本だけでなく世界中相撲みたいな相撲と同じような力比べのようなスポーツというかそういうものは世界中で行われていたそうです。相撲っぽいレスリングっぽい力比べのようなことは、もう昔から1000年とか2000年ぐらい前から世界中でありました。で、日本の相撲の歴史は642年、古代朝鮮国、今の韓国とか北朝鮮とか、そこから来た人たちをもてなすために、相撲を取らせたという記述が日本書紀にあります。これが歴史の記録として残っているものになります。なので最初は日本に来た人をもてなすために行われたということです。で、その後も力比べの神話など記録として残っています。で、今から約1500年ぐらい前は農作物の収穫を占うためのお祭りの儀式として、相撲が毎年行われていました。これが後に行事、毎年やるフェスティバル的な行事になって、その後何百年も続いていきました。そして鎌倉時代から戦国時代、武士とか侍がいっぱい戦っていた時代ですね。刀でおりゃおりゃみたいな土地を奪い合ったり、そういう戦いをたくさんしていた時代があります。その時は相撲は戦いの訓練として盛んに行われていたそうです。で、日本でもとても有名な武士将軍織田信長という方がいたんですが、その方も相撲を愛していたと言われています。1570年頃、今から500年ぐらい前ですね。その頃に、織田信長という方が生きていて、でその方が、日本全国で、力の強い人を集めて相撲を取らせて、勝った人を家臣として迎えていたそうです。家臣とは、言えば部下みたいな感じですね、現代で言う。そのボスの命令に従う人。
お世話をしたり、軍事的な役割を担うこともあったそうです。相撲で勝った人を自分の部下として迎えるみたいなことも織田信長はしていたそうです。誰を選ぶかっていうのをその相撲で決めていたそうです。そしてその後、江戸時代になると、現代の相撲につながる形に整えられていきました。この頃相撲は勧進相撲として発展していきました。勧進相撲というのは、お寺や神社の修理、再建のために行われた募金活動の一環として開催される相撲です。なのでその頃相撲は単なるスポーツや行事ではなく募金活動の一環として行われる、その相撲が発展していきました。で、こうした中でどんどん発展していくにつれて土俵ができたり、行事と呼ばれるいわゆる審判ですね。審判とかそういう役割がどんどん決められていって、現代私たちが見るような相撲が出来上がっていきました。で、今私たちが見る相撲っていうのは江戸時代頃に整っていて、そこから形を変えずにずっと受け継がれているスポーツになります。ちなみに江戸時代は相撲は歌舞伎と並んで庶民の大きな娯楽の一つでもあったみたいです。歴史をたどれば神話から始まり、行事になって武士の訓練としても使われていて、今は日本の国技としての相撲に、つながっていきました。このように大相撲は長い歴史の中で少しずつルールが整えられて、今の形が出来上がってきました。これがざっくりとした相撲の歴史です。ね、1500年以上も前からあって、で、今の形になったのも江戸時代という何百年も前から変わらず残っているって、なんかすごいですよね。では次は相撲についていろいろ詳しくどんなスポーツなのかとかどういうルールがあるのかとか、いろいろ話していこうかなと思います。相撲には皆さん階級があるのをご存知ですか？階級っていうのは言ったらレベルですね。一番上の人1位がいて、その下にどんどんこうレベルがたくさんあるんですが、一番強い、一番地位のあるものは横綱と言います。で、その下に大関、関脇、小結というようにどんどん続いていきます。この階級もたくさんあります。で、相撲で横綱って聞いたら、この人が一番強いんだ、この人が一番なんだっていうのを、思っておいたらいいかなと思います。で、相撲の試合なんですが、とってもシンプルで、いろんなスポーツのように細かいというか、なんかいろいろごちゃごちゃしてるわけではなくて、2人がその土俵っていうステージにいますよね。2人の力士がいて、どっちかが先に土俵から出るか、または倒すか、どちらかをすれば勝ちです。なので土俵の上で相手を倒すか、土俵の外に押し出せば勝ちです。本当にシンプルで、そのスピード、パワーと、あとはちょっと相手を操るような技術、駆け引き、それが詰まって、もう一瞬で10秒とかで試合が終わる時もあれば、1分、2分と続く時もあります。でも1試合は本当に短い、パッて終わる、とっても迫力のある、ものです。で、力士の服装も特徴的ですよね。服装ユニフォームというか、独特のものがあるんですが、力士が腰に巻いているもの、あれを回しと言います。回しと呼ばれる布を腰に巻いて相撲をします。で、力士の方ってみんな身長も大きくて、がたいもめちゃめちゃいいじゃないですか。運動を一切せずに、ずっとご飯だけ食べて体を大きくなったっていう方だと、結構ぷよぷよというか、柔らかかったりするんですけど、力士の人は本当に毎日毎日練習して訓練して、
で、ご飯も大きくなるために食べているので、めちゃめちゃ硬いそうです。体中が本当にすっごい大きい筋肉だらけで、体は大きいんですけど、決してブヨブヨではないっていうのが力士です。そして普段も着物を着て過ごしている方が多いと思います。なのでたまにですね、めちゃめちゃ身長高くて、がたい良くて、着物を着た人を街で見かけたら、多分その人は力士です。で、ちょっと力士の方たち、相撲をしている人たちについて話そうかなと思うんですけど、力士の方たちは部屋と呼ばれる、相撲部屋で共同生活をしています。なのでみんな一人ずつアパートを借りて、普通に一人暮らししているとかではなく、部屋と呼ばれる相撲部屋で共同生活をしています。言ったらシェアハウスみたいな感じですね。相撲部屋と呼ばれるところが全国各地にあります。で、本当に体を強くすること、大きくすることがとっても大事なので、皆さんね、めっちゃ食べます。もう普通の人じゃ考えられないぐらいご飯を食べて、朝からもうずっと稽古をして、それで体を大きくしていきます。相撲のご飯として有名なものが一つあります。それがちゃんこ鍋です。ちゃんこ鍋っていうのは普通のお鍋なんですが、お肉が入っていたり、野菜がたっぷり入っている鍋料理で、力士の方イコールちゃんこ鍋と思っている方も多いと思います。私も、もし力士の方がよく食べる料理は何でしょうって聞かれたら、ちゃんこ鍋って答えます。そのぐらいなんかイメージが強いです。で、これも、力士の方、最初は見習いというか、一番若い方がみんな手作りで料理をします。で、日本だとたまに相撲部屋の密着取材というのがあって、テレビがね、その相撲部屋を追ったり、力士たちを追ったりして一日の生活をテレビで放送していたりします。で、そういうのを見ると、みんな自分で料理をしてちゃんこ鍋を作って、たくさん食べて、たくさん稽古してというような姿を見ることもできます。で、力士たちは全国を巡業としてファンと交流する機会もあります。なので皆さんがもう本当に力士のファンで、この人に会いたいみたいな感じだと、交流する場もあります。なのでね、そういう場に行ってみるのも面白いんじゃないかなと思います。力士の方たちはこうやってファンミーティングじゃないですけど、アイドルみたいなそういう感じではないですけど、そのように全国を回って相撲を広める活動をしています。で、相撲イコール日本って思っている方も多いかもしれませんが、実際、力士の方たちは日本人だけではなくて、モンゴルだったり、ウクライナの方もいると思いますし、結構ね、世界各地、いろんな国出身の方がいます。で、モンゴルは相撲がとっても強いので、日本でもそのさっき言った横綱、一番地位の高い横綱になっているモンゴル人の方だったり、結構ランクの上の地位の方にモンゴル人の方はたくさんいます。ではですね、次は実際にもし皆さんが相撲を見に行きたいってなったらどうしたらいいかっていうのをちょっとね、お話ししていこうと思います。現在ですね、相撲は大相撲として日本全国で大会が開かれています。で、日本相撲協会が開催する本場所と言われる大会があるんですが、それは年6回、1年間で6回開催されます。で、それはもう決まっていて、1月、3月、5月、7月、9月、11月に行われます。で、場所も東京、大阪、名古屋、福岡とか言って、順番にね、全国を回って大会が開かれます。で、大相撲のね、その映像を見たことがある方はわかるかもしれませんが、いろんな席があります。真ん中に
土俵があるんですが、そこに近ければ近いほど高くて、一番高い値段で2万円ぐらいします。土俵に近い席をたまり席と言って、あとはマス席と言ったり、各座席に名前がついているのが相撲の特徴かなと思います。コンサートみたいに S 席、SS 席とかではなく、相撲で使われる座席の名前があります。席の配置も独特で、4人席の松席とか3人とか、独特の区切られ方をしています。なので会場に入るとわかると思うんですが、コンサートみたいに真ん中にステージがあって、その後アリーナ席があって、スタンド席があるというわけではなくて、こう地面に座るタイプの席があったり、マス席という席があったり、あとは椅子席もあります。で、だいたい2階席は土俵から離れた場所で、椅子に座って観戦する席なので、相撲よくわからないけど初めて見に行ってみたいという方は、その席で観戦するのをおすすめってネットに書いてありました。私は行ったことがないので、実際の見え方とかがあまりわからないんですが、遠くから見ることでちょっと自分もリラックスして安心して、会場全体を見渡しながら雰囲気をね、ちょっと味わいながら楽しめるかなと思います。で、チケットを手に入れるのは簡単ではなくて、事前に応募して当たったら見に行けるという形で、気軽にいつでも見に行けるというわけではないです。なのでね、もし本当に見に行きたいという方は、事前にちゃんと調べて、いつチケットが発売になるか、いつ抽選に応募できるかっていうのをちゃんと調べておく必要があります。で、ちなみになんですが、土俵あるじゃないですか。力士たちが取り組み、試合を行うステージ。これはもともと出来上がっているものではなくて、毎回本場所といってその大会が行われるたびに、一から砂を運んできて手作りで、手作業で作ってるみたいです。で、その本場所が終わると、大会が終わると毎回解体して、もう何もない会場になるみたいです。なので、サッカーとか野球とか、なんかバレー、バスケとか何でも、どのスポーツでもそうだと思うんですけど、もう完成した場所とかスタジアムがあって、で、そこに行ってすぐ試合をするではなく、相撲は毎回開催日に合わせて土俵が手作業で作り上げられます。これも他のスポーツとは違うところかなと思います。でですね、力士が試合というか取り組みを始める前に塩をまくシーンを見たことはありますか？で、これも相撲独特のもので、清めの塩といって、力士が立ち会う前に土俵に、塩をまきます。塩にはその特別な意味があって、土俵を清めて邪気を追い払う。そして力士の心身を清め安全を祈るという意味があります。どういうことかというと、塩をまくことで、ちょっとなんか悪い空気とかネガティブなものを全部追い払って、心をきれいにして、クリーンな状態にして、そして怪我なく安全にできますようにという願いを込めて塩をまきます。で、これ、その本場所っていう大会では1日に45キロもの塩を使用するみたいです。45キロってもう相当ですよね。日本の米があるんですけど、その袋がだいたい1つ5キロです。で、それをなんか買い物に行く時に担いだりとかしたことがあるんですけど、それを言ったら9個ですよね。1日にそれだけの塩を使うってもう相当使ってるなって思います。そのぐらい塩はその力士にとってもその土俵にとっても大事なもので、邪気を追い払う、清めるものになります。で、あとですね、相撲観戦といえば、座布団が飛ぶシーンを思い浮かべる方もいるかもしれません。
これは昔は興奮した観客が座布団を投げるみたいな風に、伝統というか、そういう風景があったんですけど、風景というか、そういう風に座布団を投げる観客もいたみたいなんですけど、今は安全上の観点から禁止されています。なので、その Google とかでイメージ、画像を調べるといっぱい出てくるんですけど、もう今は見られないかなと思います。なので今そういう風景を見ることはできないですが、座布団はね、敷かれていて、そこに座ることができるので、それもなんか日本っぽい体験になるかなと思います。相撲をね、実際見に行くと本当に迫力があって、とっても面白い楽しい経験になるかなと思うので、もしね、相撲が開催されている時に日本に来る方、または日本に住んでいる方は、人生で一回その見に行ってみるのもいい経験になるのではないかなと思います。私もまだ見に行ったことはないですが、一度は行ってみたいなと思っています。まずチケットが取れるか取れないか、取れなかったら話にならないですが、次回機会があれば抽選に応募してやってみようかなと思います。今回は日本の相撲についてお話ししました。相撲は記録に残っているだけでも1500年ぐらい前からあったとされていて、それが力比べとか神話から始まって、行事になって、また武士の訓練としてよくされていて、で江戸時代頃からは今のような、皆さんが実際見ることができる相撲になっていったと言われています。力士の方々は本当に毎日たくさん食べてたくさん稽古をしてものすごいアスリートの方たちなんですが、そんな方たちが体当たりで勝負するその相撲、これを生で見る機会が日本にはあるので、ぜひね行ってみることをお勧めします。相撲について全く知らなかったっていう方もいるかと思いますが、今回のエピソードを聞いて、ちょっとでもなるほどみたいな、そんな歴史があったのねとか、ちょっと興味が湧いてきて、一回行ってみたいなとか、ちょっと YouTube で動画検索してみようみたいな風になっていればなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストを応援してくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆様のおかげでこうやって続けることができているので、本当に感謝です。これからもポッドキャストを続けていくので、応援していただければ嬉しいです。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり皆さんありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。